リーダーを務めております埼玉県出身の22歳ゆうじです。サブリーダーを務めています宮崎県出身21歳のルカです。長野県出身21歳のガクです。群馬県出身20歳ハクです。東京都出身19歳のソータです。神奈川県出身19歳京介です。宮城県出身17歳レオです。ウィアダブルースさん、こんにちは、青山です。さあいよいよデビューを迎えますが、ルカさん今の心境はいかがでしょうか。このデビュー自体が本当練習生、もしかしたら練習生になる前からのみんな夢だったりしたと思うんですけど、それがようやく叶ってということで、ここから出会うお客さん、僕たちにとってあおりんって呼んでるんですけど、あおりんの方を幸せにできるように頑張りたいという一心ですね。デビューシングル「青い太陽ザ・ブルーサン」の聴きどころやポイントをガクさんお願いいたします。はい、こっちに向かっていいですか。はい、ちょっと待ってやばい。全然どちら見ていただいても全然大丈夫です。普通に飛びました。待ってください。何でもいいですよ。はい。青い太陽ザ緊張されてますから。質問から聞いていただきます。聞きどころやポイントをガクさん教えてください。はい、僕たちのタイトル曲の青い太陽ザ・ブルーサンはですね、これやっぱ僕たち青園の青い炎のようなエネルギッシュさだったりとか、あとちょっと希望の光とか、そういう前向きになれるようなポジティブな曲になっていて、ダンスの部分でも特になんかちょっとフレッシュさがあったりとか、あとすごい真似しやすい、あおりんの皆さんも真似しやすいようなキャッチーな振り付けとかもあったりとか、すごい魅力的な曲になっているので、本当にたくさん愛してもらえたらいいなと思います。ちなみにその振り付け、真似しやすい振り付けってどんな振り付けですか。これです。バーニングアップダンスっていうんですけど、難しい。ちょっと難しいんですけど、はい、打ちながら左手がちょっと炎みたいななるほどイメージで、右手でギターを弾くような感じで、結構いいですね。これ脳トレにもなりそうな。確かに脳トレダンスにもなる。いろんな方に間違えそうですね。めっちゃいいと思います。この曲の一番イントロの部分で、今回ルカ君がイントロじゃなくてヨーヨーを披露するんですけど、すごいめっちゃかっこいいし、やっぱ練習してきた成果をそこでバッチリと見せているので、そこもポイントじゃないかなって思います。なんかもう本当に短い期間の中でみんなでたくさん練習して、でもヨーヨーだけじゃなくやっぱりダンスとか歌もなので、合間時間を縫ってはもうみんなでひたすらヨーヨーしてみたいな感じで、ずっと休憩時間みんなでねやってました。ヨーヨー一番この中でお上手だったのって誰ですか。もうそれはもう皆さん揃ってルカさん。なんかレオさんすごく笑われてるんですけれども。笑うのが好きな。素敵です。笑うのが好きということで。ありがとうございます。じゃあ続いてオーディションのお話に行きたいんですが、オーディションを振り返って成長したなと思う部分はソータさんありますか。僕はこのメンバーの中で唯一の追加メンバーとして番組に参加した身なんですけれども、やっぱそれまで練習生期間も短くて、その練習生になるまでも歌もダンスも何もやったことがない状態っていうので合流したので、やっぱ初めはくじけちゃうこととか苦戦することがほとんどで、けどその中でみんなに支えられながら、自分でもしっかり努力しながら自分でも成長っていうのを実感できて、こういう形でデビューっていう形まで認めていただけたので、こういう経験をもとにこれからもどんどん成長していきたいなっていうふうに思っております。最年少のレオさんいかがでしょうか。成長してるんですか。どうした成長してる。でもやっぱり僕はもともと僕がやっぱかっこいいのだったりちょっとセクシーなやっぱり表情だったり表現が好きだったんですけど、オーディションを通してどうやったらなんか人を幸せにできるような表情っていうのをできるかって考えた時に、心から曲の中に入り込んですごい笑顔になるっていうのを自分の中で見つけれて、
やっぱりそれが今もすごい生きている表情のうちの一つになっているので、オーディション中に成長できたポイント。オーディション中やはり急なねセンター交代があったりですとか、あとは悔しい思いあったと思うんですけれども、そういった落ち込んだところから気持ちを切り替える時っていうのはユージュさんどうされてましたか？やっぱりそのシグナルソングというやっぱそのオーディションのメインの曲があるんですけど、そこで、一度センターに任命させてもらって、自分がやると思ったら京介にこう変更することになっちゃったんですけど、やっぱりその時はもちろん、センターをやりたかったのですごい悔しい思いもしましたし、でそれでもやっぱり僕がこのグループの最年長なんですけど、やっぱりこう弟たちになんかこう悩みを打ち明けたりとかするのもちょっと恥ずかしくてためらってた時もあったんですけど、まずいこのままじゃちょっと自分も成長できないし、やっぱチームにも迷惑かけちゃうなって思って、こう勇気を出してルカとか年齢近いメンバーとかにやっぱ何より大切にしてたのはそこのやっぱり相談を正直にやっぱメンバーに帰った日の夜とかにして自分のモチベーションを保つっていうところをやっぱ心がけて、その時期は過ごしてました。ルカさん、そういった相談を受けてどんなアドバイスされたんですか？でも自分が割とポジティブな性格なので、できるだけユージュ君が前向きに捉えられるようにいろんな角度からポジティブな言葉をかけた記憶はあります。お互いモチベーションを上げ合ってっていうことだったんですね。逆にじゃあセンターを任された京介さんっていうのはその時どういった気持ちだったんですか？すごい嬉しい気持ちの反面すごい複雑な気持ちで、僕はすごい周りを気にしちゃうからどう接すればいいんだろうとかそういうところを考えてしまって、そうでもユージ君もすごい優しい一番上の長男なんですごい優しく接してくれたし、お互い頑張ろうねっていうその気持ちで、オーディション中は頑張っていきました。2人で、みんなでなんですけど、皆さん戦友になってでも励まし合ってやってきたんですね。あと僕はずっと家族にずっと連絡して正直ちょっときついんだよねみたいな、もう無理かもみたいな感じでずっと言って、諦めちゃうことも多かったんですけど、そういう時とかはやっぱ家族がいることもそうだし、やっぱ僕はすごいありがたいことにそのファンの方がずっと待っていてくださったので、やっぱそういう SNS とかを見て何をしてんだと、こんな待ってくれてるのに自分は何をしてるんだと、諦めちゃダメだろうっていう風にずっとマインドを持って頑張ってました。最近オーディション企画で誕生したグループってかなりあると思うんですけれども、その中でも青園の皆さんはここだけは他のグループに負けないぞというグループの強みを教えてください。僕が思うグループの強みはですね、やっぱもちろん、パフォーマンスもなんですけど、やっぱ僕たちはエネルギッシュで明るい、部分がすごい強みなんじゃないかなって思います。いや、僕たちメンバー一人一人がすごい元気で活発な生活活発な生活メンバー一人一人がそういう活発な性格の持ち主がたくさんいるグループとなっているので、そういう明るいパワーでたくさんの方々を幸せにできるんじゃないかなと思います。ご存知の通り、衣装もそうなんですけど、やっぱ僕たちってお互い全員が一人一人がその人にしかない魅力を持ってて、で役割が本当にしっかりちゃんとしてるというか、だそのね、オレンジ京介さんのオレンジ担当なんです。そうです、僕はオレンジ担当青園の太陽なんですけど、僕はいつもみんなでやってみよう。みんなでやるか。じゃあ僕がオレンジ太陽って言ったら、じゃあちょっといきますね。オレンジ太陽333っていう感じであるんですけど、これは何のこれは太陽33って言うじゃないですか。僕はそうなんですよ。僕はオレンジ太陽担当なので333を取り入れたいなと思って、太陽33を3回
たまたま作ったんですよ。そしたらみんながなんか使った方がいいよって言ってくれて自分のキャッチフレーズになっちゃいました。じゃあ自己紹介する時もそれそうでです。一333回、で、はい、披露したんですけど、はい、みんな笑ってくれました笑ってくれました、はい、でも本当にもう皆さん仲がいいのがもういっぱい伝わってくるんですけれども、今回ですね、視聴者の皆さんにメンバー一人一人の個性や魅力をお伝えしたいと思っています。自分は〇〇ナンバーワンという個性や特技を一人一人お願いいたします。ゆうじゅです、自分は表現力ナンバーワンだと思います。曲とかコンセプトに合ったやっぱ表情とかを作るのが得意なので、なんかそういった面でこうパフォーマンス注目していただけたら嬉しいです。はい、自分はママ力ナンバーワンだと思います。なぜママ力ですか？なんかそう自分でママっていうのはあれですけど、こうなんかこう自分がこうメンバーの中で結構こう小言が多いと言いますか、結構いろんなこう変化とかなんかこう些細なことに気づきやすくて、なんでそれで結構こう言う場面が多いので、あとはこう宿舎のこととかだと、例えばどこかが散らかってたりしたらそれをなんかすぐ連絡したりとか、すいません、はい、すいません、すいません、はい、ごめんなさい、はい、なんかそういう部分でちょっとママ力が高いのかなっていうのを最近ちょっとずつ気づいて、はい、一番ちょっと注意しちゃう方っていうのは誰ですか？注意しちゃう方は隠れてる隠れてる。そうですね、まあでもやっぱじゃあレオかな。ね、レオさんにはどんな小言を？そうですね、部屋をこの間見に行ったんですけど、3日前まですごい綺麗だったんですけど、急にどうしたっていうぐらいの物がこう散乱してて、はい、びっくりしましたね。それをちょっと片付けなさいっていうので、申し訳ありませんでした。やめてください、謝罪やめてください。怖いもんね。じゃあ続いて賀来さんお願いします。はい、僕は、ダンスパフォーマンス力ナンバーワン。ダンスパフォーマンスする時のこだわりとかはあったりしますか？まあそうですね、こう味ですね。味。はい、みんなこうパフォーマンス上手だし、それぞれにこう特化したこう得意な部分があると思うんですけど、僕はすごい自分のダンスとかパフォーマンスする時に僕にしかない味をめっちゃこう研究したりとか、めっちゃこうモニタリングするんですよ、こうダンスの動画を。自分の動画もそうだし、メンバーみんなのを見て、例えばソータだったらここやったらもっとかっこよくなるだろうなみたいな、なんかそういうのをめっちゃこう僕研究するのが好きなので、なんかそういうなんか自分にしかない味だったりこう世界観をなんかはいあります。最近じゃあちょっと習得した味みたいなのもありますか？この表現とか。いっぱいありますけど、はい、そうですね、ラムネ味とかですかね。ラムネ味。そういうあれそういう食べ物的な感じなんですかね。なんかこう僕たち青園だし、まあ、これから夏じゃないですか。夏ですよね。はい、夏ですね。そう夏なので、なんかそういうこうちょっとこうポップでこうシュワシュワシュワと弾けるようなそういう表現を最近はすごい頑張ってます。ラムネ味、じゃあもう今後のパフォーマンスで期待ですね。はい。続いて白さんお願いします。はい、僕のナンバーワンは体の柔らかさナンバーワンです。素晴らしい。どのくらい柔らかいんですか？どのくらい？いやもう Y 字バランスができます。 Y 字バランスとペッターンいきます。さすがに今はできないですよ。いやどこでもできるんじゃないですか。できますか？どこでも行きますよ。あ、行きます。ありがとうございます。やば。大丈夫ですかね？びっくりしました今。ありがとうございます。すごい。びっくりしました。ねえ、一瞬なんか滑っちゃったのかなと。その勢いでもうできちゃうんですね。幼い頃にクラシックバレエ習ってて、その柔らかさが今でも。今もこうやって生きてるんですね。はい。みんなでストレッチをする時間があるんですけど、いつもその時間にこう先生として、はい、
皆さんのストレッチもケアして、引っ張ってくれてます。あ、じゃあもうストレッチ担当みたいな感じそうですねそうなんですね。はいあー、すごいありがとうございます。レジェンドはい、じゃあ僕は、青園のギャップナンバーワンでいきたいと思います。まずですね、僕は自分の中ではそのクールセクシー担当だと思ってるんですね。けどそのなんか周りからの反応がなんかどこがみたいな。で僕の中ではそうなんですけど、なんか周りから見たらなんかおもろいやつみたいで、なんか僕がで僕はそれ納得いってないんですけど、まあみんな見てそう思うんだったら、もしそう思うんだったらステージでその表現した僕を見ていただければなっていうふうに。どうですか、皆さんクールセクシーではないんですですよね。でなんかパフォーマンスする時はすごいクールセクシーで表現がすごいんですけど、普段の時のソーダがもう面白すぎて、もう、普段はい、それがね、ゲラなんですよ。そうなんです。いやめっちゃ笑ってくれるんですよ。あ、メンバーの面白いことに笑っちゃうっていう。ツボが浅い。そうですね、ツボは浅いんじゃないのかなみたいな。多分誰かがふざけたら僕だけは絶対笑ってるのなんでか知らないですけど、なるほど、はいこれはギャップがありますはい、ね。注目していただけたらなと思っております。じゃあ続いて京介さんお願いします。僕は一番ポジティブだと思います。そうなんですよ。333ポジティブなので、はい。はい、何かポジティブだなってみんなから言われたこととかありますか、出来事。なんか例えばそのパフォーマンスを練習しててできないところとかあっても、自分はもう一回やってみようとか、なんかそういう考えが出てくるんですけど、そういう時にみんな「あ、ポジティブだね」ってみんな言ってくれて、はい、なので常に自分はポジティブなので、みんなといる時は。なのでこれからもちょっともっとポジティブにいきたいと思います。おー、レオさんお願いします。レオさんですね、本当に申し訳ないですけど、僕ギャップを言おうとしてたんですけど、じゃあソータさんに責任取られて。めっちゃどうしよう。かわいそうね。かわいそう。かわいそう。あ、うわ素敵。それはじゃあ行きますか。じゃあ僕は可愛さナンバーワンで。イエーイ。認めます。認めますかわいい。これはもう皆さんこちらも満場一致で可愛い。かわいい。 2日前かな、はい、一緒に映画を見たんですよ。でその時も誘ってきてくれてとか、最近ずっとコンビニ誘ってきてくれるんですよ。なんかこう可愛いですねちょっとなんかコンビニ行こうみたいなはい感じで誘ってきてくれるのとか、なんかそういうちょっと日常生活でなんかほんとちょっとのことじゃないですか。そのコンビニ行こうなんて行けるじゃないですか、いつでも。けどそれをこうわざわざこう誘ってきてくれるのが僕はすごい可愛いなって。へえ。レオさんどうしてガクさんのことを誘うんですか。どうしてなんですかね。ちょっと待ってどうしてなんですかね。でもやっぱりすごいなんていうんですかね、ガックンはまあなんか僕にとってすごいお兄ちゃん的存在っていう感じなので、はい、たくさんはいなんかはいなんか嬉しい、なんか一緒にいるとすごいなんか楽しい気持ちになれるので、自然とガックンに話しかけてるんじゃないかなって思っているってことにしていきましょうか。ということに。では続いてなんですが、青園としての今後の目標や夢を教えてください。京介さんお願いします。そうですね、今後のまず目標は、僕たちの目標はこの日本中で僕たちのことをたくさんいろんな方に知ってもらって、日本一輝くグループになりたいなっていうのが僕たちの目標です。多分今後もねライブもいろいろやっていくと思うんですが、こんなとこでライブしてみたいとかもあったりしますか。やっぱりやっぱり東京ですね。東京ドーム。東京ダウンね。東京ダウン。ですね。